この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。めちゃくちゃかっこかわいいイラストですよね。セフィさんの作品、タイトルは迷い道。こんにちは、斉藤直樹先生。いつも動画を拝見させていただき、また参考にさせていただいております。最近になり、ちゃんと絵が上手くなりたいなと思い、イラストを描き始め、どうにか完成させたものの、全体的に何かがおかしいけど、具体的におかしさが指摘できない状態にあります。素人がいくら眺めても解決策が出てきませんでしたので、よろしければ斉藤直樹先生に添削していただければと思います。シチュエーションとしては、やや未来的な世界観で流行っている服を着ている女の子が、道に迷ったのでルートを探しがてら、ついでに休憩しているというものです。後ろでぼやけている物体は空飛ぶほうきのつもりです。特に気になっているのは、服がでかいせいでごまかされている気がするけど、構図や角度がなんかおかしいという点、そして塗りが下手、素人臭さが抜けないという点です。ピンポイントですが、床の縁に座った時のスカートの布がどう垂れ下がるのかが全くわからないまま描いてしまったので、ご教授いただければ幸いです。とのことです。いやー、いろいろね、本人的には気になるところがあるみたいですが、まずですね、デザインがかっこいい。特にですね、この帽子見て。この帽子ですね、いいですよね。和傘っぽいデザインを取り入れつつ、魔女の帽子になっていて、全体的には近未来の SF チックなテイストにしてあるんですよね。和風 SF って言えばいいんですかね。すごくイケているキャラクターデザインができているなっていうふうに思いました。素晴らしいです。でね、今回どこを添削していくかなんですが、セフィさんのコメントに素人臭さが抜けないというお悩みがありました。ご自分でもおそらくそこが一番気になっているポイントなんじゃないかとお見受けしたんですが、ちょっとね、言葉は悪いんですが、セフィさんの言葉をお借りして言うなら、まさにこの絵、素人っぽい絵になっちゃってるんですね。でね、どこが素人っぽいかっていうと、デザインはかっこいいんだけど、そのデザインのかっこよさを他の部分で消してしまうような構成だったり、構図だったり、色にしてしまっている部分があるんですよ。ここがね、このキャラクターのデザインがイケているだけにもったいない。そう言いたくなっちゃうところなんですよね。なので今回のテーマは、脱素人っぽさという点に絞って、どこをどう直せばこの絵の素人っぽさを消して、めちゃめちゃ見栄えのする絵にすることができるのかお伝えしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずですね、背景の添削からやっていきたいと思います。特にこの女の子が座っている地面。ここですね。こやつがね、実はこの絵のイメージを悪くしている一番の原因だったりするんですよね。まずはこの部分を直してみます。はい、座っている地面を白く、そして面積を狭くしてみました。さらに、こうですね。はい、座っているのはですね、実は地面ではなく、多分すごく高い場所にある建物とか塔とかの一部だと思うんですよね。この子ですね、奥にあるこれ、空飛ぶほうきで飛べるわけですから、空を飛んできて、そして地面に降りることなく高いビルのへりに座って一休み地図を広げているっていう状況だと思うんですよ。なんですが、添削前はですね、その状況をいまいち想像できない。なぜかというと、この地面、これがかなり黒々とした重たい色で、かつ人物も画面下の方に配置されています。このせいで重心がずーんと下の方に下がってきているので、なんとなくこの場所が低い場所なんじゃないかと想像させちゃう原因になっていたんですね。それをこんな風に建物を白く、軽いイメージの色にしつつ、構図を上にずらしてあげることによって、重心を上に持っていくことができますから、あ、この子は高い場所にいるんだなっていうことが一発で伝わる絵にできるっていうわけなんです。さあ、さらにこの状況がわかりやすくするために奥の風景も加筆していきましょう。
はい、奥に建物を書き入れました。これによってこの場所が高いところにいる感じがアップしましたね。あとはですね、ちょっと気になる部分としては雲ですね。雲がですね、この画面のこの部分にだけ1箇所で固まっているので、空間の広がりをいまいち表現できていない気がするんですね。その点を修正したいです。こうします。はい、どうでしょう。手前の雲はより大きく、奥の方に行くに従って細く薄い雲にすることによって、よりダイナミックにこの空間の広さを演出することができちゃいます。あとはですね、ちょっと足の色が暗すぎて建物とのコントラスト差が激しすぎるので、少し足の色を反射光によって明るく持ち上げます。はい、こんな感じで OK ですね。どうでしょう。最初と見比べてみると、もうこれだけでもかなり見栄えが違って見えるのがお分かりいただけるのではないでしょうか。これなんでかっていうとですね、素人臭さっていうのは一言で言うと、メインをどう引き立てるのか。そこにどれだけの神経を注ぎ込めるのかということだと思うんですよね。ほら、料理に例えると、どれだけ味が美味しい料理でも、盛り付けに気を使わずに見栄えがしなかったら、お店では出せませんよね。それはいくら味が美味しくても、素人料理っていうことになっちゃうと思うんです。絵も同じです。メインディッシュのキャラクターデザインが良くても、それを乗せるお皿、背景が良くなければ、味は美味しいのに見た目が良くない料理と同じになっちゃうっていうわけなんですね。でも逆にこの絵はですね、その部分にさえ気を使うことができればめちゃめちゃ最高の一枚になる。そういったポテンシャルを秘めている絵だと思います。メインだけじゃなく盛り付けの部分意識してみてください。さて、さらにこのイラスト、もう一つ僕がすごく気になっている部分があります。それがこの子が見ている地図の描写ですね。ここがもったいない。次はこの部分を添削していきます。まずはこうします。はい、地図の画面を大きくしました。多分セフィさんが一番この絵で見てほしかったのはこの子のデザインだと思うんですが、この絵のテーマとして一番大事なのは実はこの地図だと思うんです。いやだってタイトルが迷い道ですから、迷って地図を開いているということがこの絵を見てパッと伝わってこなければいけませんよね。でもおそらくセフィさんはいいデザインが描けたことでちょっと力尽きてしまって地図の部分はあまり書き込めていませんでした。これではですね、キャラの良さは伝わってきても絵としての良さがあまり伝わってこなくなってしまうんですね。でもこの地図をもっとイケてる感じにすることでこの絵はさらに良い絵になると思うんです。なのでさらにこの地図を書き込んでいきましょう。はい、地図に表示されているマップや表示についても細かく描写してみました。ちゃんと中身を書いた方が、この子は地図を確認しているんだなっていうことがちゃんと伝わってきますよね。でね、さらにこうです。はい。こんな感じですね。テーマとしての分かりやすさだけで言ったらさっきまでの状態で十分でしたが、こんな風に周辺に地図以外の情報も表示させてみて画面を賑やかしてあげることでさらにテーマが伝わりやすく、そして絵としての見た目の良さもアップさせることができると思います。でですね、ここまででも十分だと思うんですが、最後にキャラクターの部分を少しだけ添削していきたいと思います。主に顔の部分ですね。今現在この子は高いところに座っていますが、そうすると髪の毛がストンと落ち着いた感じになっているのが少し違和感なので、若干風で乱れている感じにしてあげると自然になると思います。
はい。こんな感じです。あえて片目を見せていたとは思うんですが、ちょっとね、不自然に見える場合もあるので、素直に隠してあげても、このキャラクターの魅力を引き出せると思いました。あとですね、風を感じさせるという意味では、この紐ですね。こことか、こことか、あとはこことかですね。この紐も遊ばせていいと思います。やってみます。ほら、紐がたなびいていると、さらに風を感じることができ、画面に面白みが生まれますよね。さらにですね、これはもう好みの問題なので、最後の部分は取り入れるかどうかはセフィさんにお任せしますが、僕ですね、この子の口元のこのほくろ、これがね、めちゃくちゃ好きなんですよね。ここにほくろがあるのって、ちょっとセクシーというか、大人っぽい魅力が生まれると思うんですが、そうするとですね、ちょっと今の状態だと、顔のバランスが子供っぽいバランスになっていると思うんですね。なので少しだけ顔を大人っぽいバランスに調整してみます。やってみます。はい。もうほとんど書き込みは変えてないんですが、目を若干上に持ってきたのと、あと鼻を追加したのと、そして輪郭を少しだけ細く調整してみました。これだけですが、結構これだけで少し年齢感が上がって、このほくろの似合うようなキュートさが増したような感じがするのではないでしょうか。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。かなりね、軽い印象になったのがお分かりいただけると思います。今回の添削では、素人っぽさをなくすためにはどうすればいいのかというテーマで添削をしてきました。素人っぽさを消すためには、メインディッシュだけじゃなく、盛り付けも大事です。絵で言うなら盛り付けは背景。まずは重心がずーんと下に下がってしまっていた背景をこんな風に軽くすることで、このキャラクターの空も飛べる軽いイメージを引き出すことができました。さらに地図の画面ですね。ここにもしっかりと手を入れることによってデザインだけではなく絵的な意味でもイラストを映えさせることができます。最後にキャラクター。ちょっと顔のバランスが子供っぽくなってしまっていたのですが、意図してこのデフォルメであれば全然問題はありませんが、もう少し大人っぽい顔つきにしてあげても、口元のほくろが似合うキュートな見た目にすることができるかもしれません。はい、以上が素人っぽさをなくすためのテクニックでした。取り入れてみてはいかがでしょうか。今回はですね、キャラクター以外の部分については詳しく解説してきたんですが、どうやったら可愛いキャラクターが思い通りに描けるようになるのか、そこをもっと詳しく知りたいという方はですね、こちらの動画公開します。キャラクターの顔可愛くコツがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。